こんにちは、ひかりです。今回もおもちゃのリサイクルショップトイプラネット藤岡店さん、群馬県の店舗にやってきてます。ドラゴンボールフィギュアコーナーですね。ブロリーだ。これ、まあまあ最近のブロリーのプライズだよね。で、一番くじ、この前の一番くじね、ありました。ドラゴンボール大魔一番くじの第2弾があって、ラストワンが赤いポルンガだったり、ジャイアントゴマの大きいフィギュアとかもあったんだけど、これラリッツじゃん。ストラップになってる。そう、まあね、最初買ってたんだけど、後半爆死するっていうね。結果爆死しました。買った方が安いやんっていうね。このラリッツの結構大きいのに300円なんだ。いいね。結構最近さ、ドラゴンボールのちっちゃいフィギュアとかって高いんですよ。古い HG とかもそうなんだけど。高いんだよ、ドラカップみたいなやつとかさ。結構なんかちゃんと値付けする店舗はショーケースに入れて、ほんと HG とかなのに2、3000円つけてたりさ、つまんなーって感じ。でもなんかリサイクルショップあるあるなんだけど、品揃えがいいお店がなんかお宝いっぱいあるお店かっていうとそうでもないことが多いんですよね。その点トイプラネットに関しては品揃えも多いし掘り出し物もあるしみたいな、結構ねそういう意味でおすすめなんですよ、トイプラネット。まあ全店共通してるけどね、トイプラネットは品揃えがこんなにあるとなんかどれも高くてみたいなお店もあるんですけど、ここはそうでもなくて結構ね掘り出し物がいつ行っても何かしらあるって感じです。ここら辺が箱なしフィギュアのコーナーかな。まあ、スパイファミリーとかね、今安いけどね。あと、リベンジャーズとかね。このね、スーパーサイヤ人4のこの顔ね。これ悟空かな、どうなのかなっていう顔なんだけど。ソフビなんですよね。ワンピースね。ワンピースとドラゴンボールはね、最近一番くじがちょっと微妙っすね。逆にヒロアカは価格こそ上がんないのに、すごい一番くじいいんですよ。ピッコロさんだ。ソフビかな。普通に今の戦隊ライダーウルトラマンみたいなサイズのドラゴンボールソフビ出してほしいんだよね。別に稼働する部分は腕だけでもいいんで、昔も出てたけど、またもうちょっとね、クオリティが高いの出してほしい。もう1個1500円出すから出してほしい。500サイズ1体税込み1500円ぐらいでもいいから、今の現行の500サイズのソフビをドラゴンボールで出してほしい。悟空から始まるのはしょうがないけど、ピッコロとかベジータとかマイナーなキャラとかも出してほしいけどね。キビトぐらいまでは出してほしい感じするね。そう、この辺のね、なんか箱なしフィギュアっていうかトレフィグのコーナーなんですけど、この300円とか400円とかで500円ガチャでのが結構売ってるんで、中身選べる500円ガチャで3、400円って安くないですか？最近500円するガチャでも当たり外れとかあるからさ、回すの怖いんだよね。500円ガチャでいいじゃんこれ、色合いもいいと思ったらフルカラーバージョンとなんか全く色塗られてないバージョンとあったりするから、500円でガチャ回して色が全然塗ってない素体来るのみたいな、そういう外れもあるから、コスト的につけれるんだろうけど、逆にそれがね、こういうお店ではね、そうリサイクルショップとかでは中身選べるのに定価より安いってことが結構あるんでおすすめなんですよね。なんか結構今さ、物価高騰してるとはいえ、やっぱリサイクルショップはまだまだ安いっすよ。全然安いね。でもリサイクルショップってそんなにみんなまめに行くとこでもないし、ベジータ。しかもさ、欲しいものを探し出せる確率って低いから、普通にリサイクルショップで買ってメルカリにある程度安めに出してくれれば、そっちはそれでありがたいんだけどね。だから結構中古転売とか僕全然してもらっていいかなと思って、特にリモコンで自分が探してる機種をハードオフとかで探すのって超むずいんですよ。そういうのをね、多少手数料取ってもそれを仲介して探してネットで出してくれる人がいるって結構助かるんですよね。
あ、出た出た、テレタビーズ。これいいな。出来がすごいね。素晴らしい。300円ですね。結構ファンもいるみたいでね。可愛いもんね。この独特の可愛さ。いいですね。あ、ミニミニカード出すだ。これも500円ガチャだったっけな。確かガシャポンね。今回同じようなシリーズがいっぱいあった。誰かがまとめて大量に回していらないのいっぱい出したのか。それか業者か。あ、なんだこれ。何のフィギュア何のフィギュアドラクエかなーっていうね。見てもいまいちわかんなかった。知らないキャラ。一瞬遊戯王かなと思ったけど、遊戯王でもないのかな。ドラクエっぽいよね、なんかね。ショッパーとかね。この辺のコーナーね、見るの楽しいんですよね。結構掘り出し物もこういうとこにあるんですけど。今回この藤岡店で何買ったんだっけな忘れちゃった。あ、何買ったっけな ?1 個はあれ買ったんだっけなカーレンジャーの敵戦闘員のワッパーを買ったのかな。すげえ塗装汚れがめっちゃついてるんだけど、歴戦ワッパーとあと何買ったっけなちょっと忘れちゃったな。ベジータ。これ4のベジータかな。そういえばダイマの矢4ならなかったね、ベジータはね。こっちね、箱ありフィギュアですね。フィギュアって箱に入ってると大したことないように見えても、開けてみるとすごい出来がいいのって多いんですよね。あ、ベジータいるじゃん。1500円か。ねえ、ドラゴンボールもさ、またさ、ワーコレ出してくんないと困るよ。困るよってあれだけど。もっと出しとくんないともう値上がっちゃっててさ、今もう2000円ぐらいすんのもんみんな。ワンピと鬼滅とリベンジャーズ怪獣8号とかはめっちゃ余ってんのに、まあナルトとかもそうか。ワンピがね、やっぱ多いかな。ヒロアカも、ヒロアカでもそんなに多くはないかな。もうワンピはめっちゃ出て、あと鬼滅の刃は中古屋で余ってるって感じ。あ、スターウォーズね。スターウォーズももうコンテンツとして終わってるからな。最近の3部作がもうダメすぎて。何これこれ YouTuber 系かな、YouTuber グッズももっと頑張ってほしいね。今んとこやっぱほぼ成功しないじゃん。なんか結構安売りされてるの見んのよ。ブームが出してるやつとか。ね、なんか成功、もっともっとこう、価値が上がって、みんなが、その YouTuber の動画を見てない人でも欲しくなるなっていうものをどんどん出してくれるとね。いいんだけどね。なかなか難しいよね、そんなのね。ブルース・リー。結構見かける、今のやつ。謎のフィギュア。ああ、これあれじゃん。シザーハンズ。シザーハンズ見たことないんだけど、昔、ホームアローンよく見てて、VHS で。で、本編が始まる前になんかCM が流れるんですよ。他の映画の。それでよくシザーハンズが毎回流れてて、それで知ってた。その後ホームアローンのさ、っていう曲が流れるっていう。あ、最近のなんかしんちゃんのプライズ品すごい値下がってますね、今。しんちゃん好きにはいいフィギュアなんだけどね、みんないらなくてどんどん。撮るのが好きな人多いから、すぐ売っちゃうし、だから相場今安いんですよ。だからしんちゃん好きはね、買うのにいいと思いますよ。僕も買ったり買うっていうか、僕はね、UFO キャッチャーで撮ったんだけど、でね、ショーケースに飾ってますよ。アクション仮面しんちゃんとか。で、このフィギュア謎なんだけどさ、すごいコスチュームとかの出来いいのにさ、顔が残念すぎるんだけどっていう、変なフィギュアでしたね。こういうとこにね、ガチャガチャのおもちゃとかあるから面白いよね。で、こっちにはちょっと塩ビ人形とかもあって、あー、出た出た、ボトルキャップの詰め合わせ。懐かしのね、スターウォーズですよ。何これこれ、なんだろう、ジブリ系かと思ってなんだろうね、わかんないね。出たー、おじゃる丸の。あれでしょ、いいなずけっていうのかな。お、シンゴジラと。あ、キビトだ。さっき噂をすれば。キビトの塩ビ人形ですね。
悟空とかもいて。ドラゴンボール消しゴム。ね。だから金消しは未だに200円で出続けてるからさ、まあまあ、ウルトラマンとかも最近出てはいるんだけど、まあ、ウルトラマンももちろんいいし、怪獣消しゴムとかね、で、金消しもあるんだったら、なんか、ね、戦隊とか、ライダーとか、ドラゴンボールとか、ウルトラマンはやってんか、そうだね。だから、出してほしいけどね。でも、ドラゴンボール、戦隊ライダーはやってほしい。で、あと、まあ、僕はやってほしくはないけど、まあ、ファン的にはワンピとかもあってもいいのかなっていう感じはしますね。で、本当はね、しんちゃんとかもこういう風間くんだけど、これ、やってほしいけど、まあ、それはなかなか贅沢かなっていう。しんちゃんとかね、さ、フィギュア化するほどじゃないキャラっているじゃないですか。四郎さんとかさ、ウリマクルヨとかさ、なんか、そういうマイナーなキャラとかをフィギュア化してもらえるのがありがたいんだよね、やっぱエンビ人形。だからドラゴンボールのエンビ人形を出すって言って、悟空は別に僕いらないんですよ。そう、もっとマイナーなキャラが欲しい。さっき言ったキービードもそうだし、例えばなんだろうなと、フィギュア化もされないキャラね。だから、昔のキーホルダーとかね、結構そういうのあるんだけどね。あ、出た。これね、マルコちゃんに出てくる、名前なんだっけな、風間くんじゃなくて、花輪くんなんだっけ箕輪くんなんだっけな、忘れちゃったけど。カタズンフィギュアっていうガチャのシリーズですね。最近結構出てる。このコーナーね、100円コーナーなんで、なんかいい感じの300円ガチャとか見つかったらラッキーなのかなっていう。そう。あ、これね、今回買うかちょっと悩んだんだけど、なんだっけシャンゼリオンだっけソフビで。まあ、100円だったらだいぶいいのかなって。まあ、改造とかに使いたいなと思って。このキャラ知らないんだけど、まあ、普通に色塗り直して遊ぶか、改造に使うかでもいいかなと思ったんだけど、まあ、こういうのいっぱい持ってるしなと思って、買わなかったです、今回。置いときました。100円ならお買い得よと思います。で、風に吹かれてる系の生き物ね。猫とか犬とかのガチャですね。お、ガチャと。ドラえもんもいるな。なんだっけシェルダー。進化してパルシェンだっけあれパルシェンか。で、これオーレンジャーロボかなこれ核レンジャーだっけこれ。の2号ロボだっけな。あんまこれ辺記憶ないんだよな。でね、めっちゃガチャガチャ、未開封ガチャガチャがありました。神棚のガチャガチャって。神棚、みこしどっち神棚みこし神棚。神棚のガチャもあるし、みこしのガチャも実際あるから。みこしと神棚ね、漢字をちゃんと見ないとね。まあ、ガチャで今こんなクオリティいいやつが100円ではまずないんで、まあ、かなりお買い得だと思います。だから僕は結構このトイプラネット行ったら、100円コーナーに未開封ガチャガチャを探して、で結構あったらよく見ますね。で、欲しいのあったら買うみたいな。ティガボールがあった。だから最近ウルトラマン80のなんか出ましたよね。ボールみたいなやつね。あれちょっと欲しいんだけど、近くに売ってるショップがないから、取り扱い店がないんで、通販かって通販するほどじゃないなみたいな。山田電機とかでパッと買えれば買うんだけどぐらいのレベルなんだよね。送料出してまではいらないかなって。あと何個もは欲しくないしみたいな。この光暗基地ね、なかなか売れないですね。佐藤ちゃんとかペコちゃんってさ、中古屋さんで結構高く値付けるとこ多いんだけど、コレクターの数ってそんな多くないと思うんだよな。いや、いるとは思うんだよ。いるけど、どの店舗も高く値付けるほどはいないと思うんだよね。もっと安く出した方がいいと思う。光やん。そう、あとなんだっけ、緑のカエルみたいなやつ、ケロちゃんだっけとか、サトちゃんとか、ペコちゃんとか、あとなんだろうな。そう、なんか中古屋さんがちょっと過大評価してるキャラっていて、まあ、モンチッチとかも結構そういう時があるんだけど、これね、携帯操作感7とかはね、もっと高くてもいいと思う。いいおもちゃだし。あとなんだろう、なんか過大評価。まあ、ボブルヘッドとかも割とそうかな。
あとポップっていう POP のシリーズとか、ジバニャン安っ。これ当時良かったよな。これプラムだよね。超合金じゃないんだよ、プラムの方で。楽しかったな、妖怪ウォッチ。これいいね。これね、いいと思うんだよ。ドラえもんもついてる。で、のび太いて、タイムマシンのプラモですよ。完成済みですぐ遊べるっていう2000円で。これね、結構いいと思う。僕ね、もうね、フィギュア持ってるから、タイムマシン。プラモではいらないかなと思って買わなかったんだけど、これね、結構遊べるから面白いと思います。他のおもちゃとも組み合わせて遊べるんで、僕もタイムマシンのフィギュアでそう遊んでたけど、おもちゃの街にタイムマシンを組み込むっていう遊び方ができます。ウフさなんて書いてあったこれね、プラモデルコーナーですね。僕はね、基本的にトイプラネットでプラモデルは完成済みをちらっと見るぐらいで、ちゃんと未開封とかそういうのは見ないんだけど、これ完成済みはね、結構見たりするんだけどね。未開封のやつとかでもたまにさ、すごいやばいぞみたいな時あるらしいっすね。ファンからしたら。なんか、近所のコレクターが手放したぞみたいな時とかあって、なんかすごいフィーバーしてる時期もあったんですよ、前伊勢崎店かなんかですごいフィーバーがあったみたいでね。なんかね、藤岡店、今日この映像でやってる藤岡店は、なんかね、昨日かなんかの藤岡店のツイッター見たら、ファミコンが大量入荷したみたいです。ファミコンソフトが。ドラえもんの秘密。のび太しずか、あやいがさ。これちょっと気になる本だけどね。このね、世田谷ドラえもん研究会みたいな。これがいいね。変な一人の作者っていうよりも研究会みたいになってるの面白いね。ドラゴンボールヒーローズのね、カードの本ですね。で、こっちがね、ゲームソフトとか、レトロゲームとか、でゲーム機本体、コントローラーとかのコーナーがあって、ここね、任天堂とかゲームキャラクターか。ゲームキャラクターグッズのコーナーになってて、これね、ゲームボーイの空箱っていうか、カラケースか。が売ってましたね。で、こっち PSP かな。違う、スイッチかな、これ。スイッチのカラーケース。で、これが意外とメガドラなのこれ。違うかな。メガドラもっと大きかったっけな。ファミコンになるのかな。懐かしの動物の森の一番くじだ。たぬきの。たぬきち商店の ATM？ たぬきち商店に ATM あったっけ？これね、フォートナイトだっけ？結構フィギュアの出来はいいんだけど、キャラ人気の問題で安いっていうね。で、ここ100円コーナーがありましたね。そうだ、この100円コーナーで僕ね、1個お宝ゲットしてるんですよ。ドンキーのキーホルダー買った。ちょいレトロの。平成レトロ系ドンキーキーホルダー買ったわ。今、おもちゃの街にいますよ、その時。これ。探検のヘルメット被ってる。ライトが光るらしいですね。電池ね、ネジで入れ替えられる方式だったんで、電池入れ替えればまだ光ると思います。入れ替えてないけど。マリオ。ハッピーセットがやっぱ中心にはなっちゃうんだけど、でも100円コーナーね、こういうガチャとかね、いいのもあったりするんで、探すの面白いと思うな。レトロなのあったら割といいと思うよ。これもフィギュアとしてはいいけど、何のやつだろうね。結構さ、マリオの野球盤についてくるフィギュアとか、マリオのバランスゲームについてくるフィギュアとかもあったりするから難しいよね。フィギュア単体のガチャとかではない場合が結構あるんですよ、マリオは。いいね、100円コーナー。楽しいね。やっぱ楽しいね。よし。マリオ。ハッピーセットが本当に、ハッピーセットはドキドキ欲しいぐらいな感じ。ハッピーセットはハッピーセットでいいんだけど、それはそれで、みたいな。で、くじのタオルね、解消。で、これ最近のドンキーコングのくじかな。そういうのがマリオ1個ドカンマリオ。これはマクドナルドって多分書いてある。ただね、ハッピーセットって言って舐めてるけど、出来めっちゃいいんすよ。
ただ、なんか相場っていうか、まあ、基本安く手に入るっていうだけで、出来は本当にいいおもちゃだよ、大きいし。ちょっと大きすぎるぐらいだよね。おもちゃの街にでかすぎるよね、みたいな。僕のおもちゃの街にもさ、ドラえもん、タイムマシンに乗ってるドラえもんのクリアのやついるんだけど、やっぱ存在感ある。一つのおもちゃの街に置いても一個かなぐらいな感じかな。ソニックのぬいぐるみね、ほんと物によって高いんですよ、こういうのって。これなんだっけ、ナックルズじゃなくてなんだっけ。ね、ゲーム機とかね、もう任天堂、ゲームボーイ、ミクロだっけ。もう手に入んないよな。入るんだけど、売ってはいるんだけど、この値段出してほしいかっていうとね、でまあ2、3000円で本当は買う予定だったんだけど、だから値上がってきちゃってどんどん値下がるどころか値上がっちゃってね、買うタイミングをね、逃しましたね。ミクロ、まあちょっとおもちゃ的感覚で軽くあったら面白いかなと思ってたぐらいだから、2万とかね、3万とか出すほど欲しくはないかな。別に箱とかなくていいんで、本体だけでいいんで、ほんとなんか2、3000円買え。で、ちょっと前って本当にさ、ゲームボーイアドバンス SP とか500円で売ってたんだよ。しかも僕とかレッグザ版とかなんか結構買ったからね。レッグザ版不思議バラ版なんかね、限定版のポケモンのやつとかね、500円だったんだよ。ハードとかで、ちょっと前は。ほんとちょっと前、5年、6年前ぐらいだよ。これもうちょっと前かな。うん。全然 YouTube とかやってたからね。今ね、探してるのは 3DO のね、ウルトラマンパワードを探してます。はい。まあ、てな感じで今回ももちろんリサイクルショップトイプラネット藤岡店さん群馬県の店舗でお買い物をしてました。それではまた次回。バイバーイ。